はい、公園依頼 .com 新聞の土です。今日は、心元気研究所所長の鎌田敏さんに入っていただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。長らく講演業界でもね、ご活躍をしていただいている鎌田さんですけれども、初めて見られる方もいらっしゃいますし、ご自身の方からですね、自己紹介をお願いできればと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。今ですね、土橋さんの方からご紹介いただきました鎌田敏と。申します、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、僕は心元気研究所所長、株式会社エンパワーコミュニケーションの代表なんかもさせていただいてるんですけれども、心元気配達人なんていうことをもう18年ぐらい前から名乗っておりまして、で全ての世代の方々の、笑顔や元気を応援すべくですね、いろいろ講演や研修活動をさせていただいております。で、出身が大阪の枚方市というところなんですけども、土橋さんご存知です？枚方市。はい、知っております。ありがとうございます。枚方市は、ちょっとここで突っ込んでいいですか？いいですよ。私の両親が、住んでた時があります。いいですか？じゃあ、もしかしたら大企業のP 社さんとか、P 社さんの元出身なんですよ。やっぱりね、僕もだから幼い頃友人の親とか P 社さん松下幸之助さん絡みですね。それで栄えた町、今もそうなんですけれども、そうなんです。そんなご縁あったんですね。また後でゆっくり話しましょうというようなことで、枚方で育ちまして、お父ちゃんお母ちゃんも元気に暮らしてるんですけど、枚方市というとですね、有名なところで言った元 V6 の岡田君とか、今も大河ドラマで俺の白うさぎとか織田信長役をやられてますけれども、あと古くで言うと同じジャニーズで言うと川崎麻世さん出身地で、実はこういうの講演で言うとですね、川崎麻世、岡田さんとかでこういうとこのね、大体これでどういう反応するかで世代が分かってくるんですね。その世代に合わせてちょっと話の内容、じゃあこういう風にしていこうかなとか決めたりもするんですけれども、でジャニーズの産地であるんですけれども、僕はこんな顔しておりますけれども、で長いこと兵庫県の神戸で、神戸大学というところに通っておりまして、で一旦社会に出るんですけれども、ちょうどこのバブルの香りをまだ感じてた時代でして、少しバブルの恩恵を受けてた世代なんですね。ただ入社と同時にもうバブル経済が実は崩壊してまして、いきなりリストラなんていうものを経験します。で、多くの同期が辞めていくんですね。本当は出向という形で、全然やりたかった仕事とはまた違う会社に移動とかってなってね、で僕も辞めるんですね。もう9ヶ月目で辞めてしまうという。でフリーターをやるんです。でこのリストラですとかフリーターという言葉がまだあんまなかった頃やと思いますんで、そういう意味では割と時代の最先端に行っとったんかもしれないんですけど、やはり不安とか焦りがある中で、これはなんとかせなあかんということでエネルギーは落ちてたんですけど、もう一回頑張ろうということで、大学院に一生懸命、その時一番よく勉強したと思います。大学院に戻って、で2年を収めて、さあもう一度社会に出れるという時に、28年前の阪神・淡路大震災というものに被災いたします。でそこでもいろいろ思うことがあるわけなんですけれども、その後東京なんかで働くんですけれども、いろいろ縁があって現在岐阜市の方に暮らしております。で岐阜を拠点にしながらもうすべての都道府県にいろいろ講演や研修でお邪魔させていただいてますけれども、よく控室でね名刺交換なんかさせていただくと岐阜って書いているんでね、でそうすると岐阜のことあんまりご存知ない方はね、なんかえらい遠いとこからって言われる方がすごい、そういう反応の方が多くて、で実は今ねつい先日も僕岐阜市に暮らしてるんですけど、昨年の秋ですわ、ついこの間キムタクさんがまたジャニーズつながりでね、なんか僕縁があるんでしょうかね、無理やりですけどキムタクの、レジェンド&バタフライの関係ですね。織田信長さんが岐阜城でここを岐阜と名付けると、岐阜と名付けた信長さんらしいんですね。でここで俺は天下を取るぞって言ったぐらいですから、実は東へ西へ便利な場所で、実際僕自身その岐阜駅から名古屋まで行くのにいつも20分で行けるんですよね。ですので非常に東へ西へ行くのに便利な場所でございます。でそうやって講演活動させてもらってるんですけれども、先ほどちょっと触れたように最初社会人になるんですけど、すぐにリストラなんていうのを経験したりですとか、あるいは自分の今後その後の生き方にも大きく影響している阪神・淡路大震災とか、
あるいはその、ちょっと企業でずっとこう働いてる中で、ちょっと管理職になりたての頃にね、パニック障害なんていうのを発症するんですね。で、これが非常に辛くて、最初こう、救急車で運ばれる中で、救急士の方が、なんか、血圧が200超えてるなとかって朦朧としてる中で、僕もう死ぬんかなとか思うんですけど、どこ調べてもどこも悪くない。で、そのまま返されるんですけど、また同じような症状が起こって、で、病院行った時に、これはパニック障害だねって、鎌田君ってこう言われて、何ですかそれって、その時初めて知るわけなんですね。で、非常に辛い、しんどい、死ぬんじゃないかっていう恐怖を感じるぐらいの自律神経のバランスが乱れて、死なないんですけどね。それぐらいしんどい。で、なんとかしようと。したいなっていうことでいろいろ勉強し始めるんですけど、ちょうどこの心の時代とか言われてる頃で、言われ始めた頃ですからね、20年ぐらい前なんです、今から。で、うつ病なんかでこんな傾向、ね、しんどくされてる方も多いんやなっていうのも初めて知ったんですよね。で、その中で僕自身が、自分自身もこういう体験もしてますし、当時もまだ本当にしんどい状況もあったんですけれども、なんか僕はなんかこう、ずるずるこうね、こうじゃなくて、なんとかこう行きたいなって。で、自分の中でこういろいろこう、コツと言いましょうか、なんか人間って欠点探しって結構上手じゃないですか。ね、社会人になればなるほど、あるいは家庭を持って子育てを始めれば始めるほどね、宿題なんで忘れんねんとかね、これ数字がとかってね。で、欠点探しは改善にもつながっていくアプローチなんですけれども、欠点探しばっかりやったら、なんか目の前にどんどん問題点ばっかり出てくることに気がついたんですよね。ほんで、もうしんどなるなって。で、もっといいところ探ししたいなって。いいところ探しですね。欠点探しだけじゃなくて。こう、物の見方を変えていくと言いましょうか。で、そんな中で、講演の中ではいろいろお話しするんですけれども、こうなっていく。人間ってやっぱこういう時ってあります。ですけれども、ずるずる行くのが良くなくて、いかにこうしていくかっていうコツをですね、自分の中で、見出していったと言いましょうか。あるいは体験の中で、あるいは勉強しながら見出していったことをですね、こうお伝えしたいと思って、やっぱり講師活動を始めさせていただいたんですね。で、もう2005年からですから結構長いですよね。はい。で、最初はこう無名の本当に講師、あんた誰って感じなので、本当に仕事なかったんですけど、やっぱコツ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 やっていくと、はい、僕の座右の銘でね、二宮金次郎さんの教えでこういうのがあるんですよね。関所偉大なんて言います。こういうのが出てくる、オンラインならではですね、なんかこう、紙芝居使ってね、なんかこう、二宮金次郎さんの教えを4文字にぐぐっと凝縮した、なんか小さなことの積み重ねが、なんかいい結果につながっていくなって、これを僕も信じながらコツコツやってきて、でそうするとなんかこう、リピートの依頼ですとか、口コミですとか、あるいは、本当に土橋さんが、こう僕に声をかけてくださったようにですね、2012年ですね、大手遡ると、本当にいろいろご紹介いただける方とのご縁もいただいて、講演をさせていただいてます。もうかれこれ多分2500回以上ぐらい、30万人以上の方々に講演や研修させていただいてるんですね。まさに本当に出会いの感謝、そういう日々を過ごしております。はい。ありがとうございます。はい。座右の銘までご紹介いただきまして、関所偉大に関しましては、講演中もパワーポイントでね、講演されたりもしますよね。はい。ありがとうございます。先日、こちらの、これ先日というか、もうコロナの時に出されましたよね、この。ありがとうございます。はい。はい。9割はコントロールできるということで、はい。お持ちでいらっしゃると思いますけども。持ってます。はい、ありがとうございます。はい。こちらを出版されたきっかけもお伺いしてもよろしいですか？ありがとうございます。これですね、ちょうどそのコロナ前に、2020年ですもんね、コロナはね。で、ちょうど2020年になった頃に出版社の方から、メンタルヘルスについて、何かこういろいろこう本を書ける方を探していると。で、依頼いただいて、で、鎌田さんどうですかっていう。で、そこでこう企画書なんか書かせていただいて、で、そしたらコロナがやってきたわけなんですよね。で、そうした中で、もうこの出版の話もなくなったのかなと思ってたら、ちょうど緊急事態宣言が出たのが、僕も忘れもしませんけど、4月7日だったんですね。第1回目の。で、その日、緊急事態宣言が出る、そのちょっと前に出版社の、その担当の編集の方から連絡が来まして、鎌田さんって、編集会議通りましたって、もう書いてください、どんどん書いていきましょうって。
っていうことで、当時、もうこれはもう土橋さんもよくお分かりの通り、もう公演とか全部キャンセルになっていったわけじゃないですか。僕ら、そうですね。当時はね、対面で集まってなんぼの世界ですから集まれないっていうことで、どんどんキャンセルになっていくのはどうなるんだろうって思いながら、自分もめちゃめちゃ不安な気持ちの中で、この本を書いておりました。で、ちなみに、この9割はコントロールできる、非常に強烈なタイトルですけど、このタイトルは編集者の方が決められました。はい。でもですね、なんかそういうご縁をいただいたことで、まあ、非常にこう不安な、こうね、仕事がこうなくなっていくって言ったら変ですけれども、そういう中で、なんか一つのことに打ち込めたと言いましょうか。はい。だから僕もよくこの中にも書いてるんですけれども、なんか人間って誰しもこう不安になったりですとか、誰だってあると思います。で、未来のことをまだわからないのに自分で勝手にね、こんなんなったらどうしようとかってこう不安を作り出してしまってるんですね。だから、そんな心配するなよってね、よく言うんですけれども、でも人間ってやっぱりどうしても僕は、分かっててもそうやって心配するもんやと思ってます。で、だから、僕自身もそのパニック障害なんかでもまたパニック発作が起きたらどうしようかなとかって、でもそんな先のことを心配してもあかんやんってこう言われるんですけど、確かにそうやなと思ってても人間ってやっぱ心配する。それが人情ってもんちゃうかなと思うんです。で、そんな中で僕自身も病気しながらですね、なんかこう、この本にもちょっと書いてるんですけれども、一つのことに夢中になって一生懸命なんかやってると。そうすると、過去も未来もちょっとこう忘れてる瞬間、ストレスフリーな時間ができるんですよね。ちょうどね、その頃、ちょうどウィズコロナとなって、まだコロナがどういうものかよくわからない頃で、こう不安な時に、一生懸命なんかこれに打ち込めたっていうのは、僕自身の一つの支えでもあったかな、というふうにも、そんなふうに思ってます。はい。ありがとうございます。はい。書籍の方もね、ご紹介いただきまして、講演もかなり、もう2000何回、かなりね、多くの数をやってらっしゃると思いますが、はい。そういった鎌田さんが、その講演会、これをお伝えしたいと思っているようなことでございますか？いろいろやっていく中で、例えばこんな話、あるいはこんな話してもらえませんかとか、こう、いろいろこう来る中で、どんどん自分の中で、テーマと言いましょうかね、話す領域ってこう広がっていったなって。まあ、その意味では、本当にお客様ですとか、そういう方々にこう育てていただいている18年、これから先もきっとそうだと思うんです。今僕54なんですけれども、例えば60になったら60のまた新たな自分が多分いるだろうなって。僕の中にはまだまだいろんな可能性があると。そんな風に思ってますし、まあこういう話、自分たちの中にはいろんな可能性があるから、なんかとりあえずチャレンジしてみようよってことはよく言うんですけれどもね。ただ、こう、いろんなテーマがある中でも、こう、お伝えしてる中で、こう、3つほど、こう、軸というものがやっぱありまして、一つは、やっぱり僕自身の出発点である、このメンタルの部分なんですね。どちらかというと僕はメンタルはポジティブメンタルヘルスと言いましょうか。例えばなんかこうなったらまずいから予防しようねっていうことも大切なんですけれども、より元気になるためにどうしていったらいいか。で、そこにはもう予防っていうものもカバーできてると思ってます。こうなるんだけれども、でもこうなっていくために、元気出すためにはどうしていったらいいのか。まあ、最近ではこうね、ストレスからの回復力のことをレジリエンスなんていうね、キーワードなんかもあったりもしますし、あるいはこう、より元気にってことは非常にこう、モチベーションともこう、リンクしてくるわけですね。こういう、まあ、上手な心の守り方と、より元気にっていうメンタルの部分が一つの大きな柱としてあります。で、もう一つが、メンタルというと、やっぱり必ずそこにはですね、人間関係っていうのがすごくあります。なんて言いましょうかね、エネルギーが下がって気分がちょっと下がってる時でも、お客様からありがとうとか、上司から会社やったらね、褒められたりですとか、あるいはこう夫婦でもね、あんたよう頑張ったなとかってねぎらいの言葉ですとかね、なんかそういう言葉をかけられるだけでもエネルギーって上がってきますんで、僕は元気を出すってことも大切だと思うんですけれども、なんかどっかにボタンがあって、ポンと押したら、はい、このカエルを押してね、ポンと押したら、はい、元気ってわけでもなくて、まあ、それも大切なんですけど、そうはうまくいかない時もあるんですけれども、いい人間関係とかコミュニケーションの中で、元気って出てくるもんやなって思ってます。モチベーションを上げることも大切なんですけれども、モチベーションって上がっていくもんやなって。だからそういうコミュニケーションのあり方、人間関係のあり方って言いましょうか。こういうのも非常に大切な軸にさせてもらってます。これが二つ目。で、三つ目としては、病気を機にですね、それまで僕は健康が当たり前だったんですね。でも、病気を機にですね、健康が当たり前じゃないってことが分かった。つまり、ありがたいことだって
っていうことが分かった。あと、その、阪神淡路大震災、これは、土橋さんもお話何度か聞いてくださってると思いますけれども、僕が通ってた大学だけでも先生1人入れて44人亡くなったりですとか。で、ちょうど僕が就職する年やったので、同じように就職決まってた人もいるわけで。でも、働きたくても働くことができなかった。今も海外目を通すと、本当にトルコやシリアでも、多くの若者がそうやってね、あるいは子供たち、そうですよ、大人になれなかった。彼らだって大人になりたかったわけですよね。で、そんな彼らが夢見た大人の世界を僕何十年って生きてますし、生かされてると言いましょうか。あるいは働きたくても働けなかった。これはもうもちろん日々病気や事故とかもあるわけですけども、その働くという世界にもずっとこういさせていただいている中で、なんか今日もやるべき仕事があるですとか、今日もやることがある。これは毎日のことで当たり前のことかもしれません。そして仕事もしんどいこともあるかもしれませんけど、そういう視点でいくと実は尊いこともいっぱいあるな。何かそうするとなんか日々のなんか行ってきますとか行ってらっしゃいとか、ただいまとか、おはようとかお疲れ様とか、そういう何気ない会話だってすごい尊いもんちゃうかなって、こう、そんな風にこう思いたいと言いましょうか。こう思ってるわけですね。なので、なんか毎日を丁寧にと言いましょうか。大切に感謝と言いましょうかね。まあ感謝の心ですね。これも非常にこう大切じゃなかろうかと。僕らが元気に毎日過ごしていく上で、毎日を丁寧にということで感謝の心っていうのが大切じゃないでしょうかということもお話してます。まあ、この3つは必ず、どのテーマの中にも入れてるかなって、そんな風に、振り返ると思いますね。はい。ありがとうございます。細かく講演のエッセンスをね、お話をいただきましたので、あとはもう60分、90分の講演でしっかりとですね、お届けできればなというふうに思いますけども、はい、今、鎌田さんの講演会、オンライン講演会をご検討されていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、そういった方に向けて後押しのコメントいただければと思います。ありがとうございます。そうですね。僕は最初の頃はですね、なんか僕が伝えたいことをブワーっとなんかこう一方的に喋るようなタイプだったんです。でもある時にですね、なんかこう皆さんの反応を見てた時に、なんか違うなと思って、そもそも講演会の主役って僕じゃないわってことに気がついたと言いましょうか、立ち止まって。集まってくださる参加者であり、それを催される、その意図される主催者と言いましょうかね。参加される皆さん、主催者が主役であって、まあ、自分の伝えたい思いということももちろん大切なんですけども、それを軸にしながらですね、今、皆さんがこう求められていることって何やろかっていうのをこう探りながらと言いましょうか。もちろん事前にね、いろいろ情報いただけることがたくさんありますので、それをこう踏まえながらですね、なんか台本通りなんか自分自身がこう同じような話するんじゃなくて、その階層に、あるいはその人たちに今求められていることをできるだけなんかこうお役に立てる話をしたいなっていうことをまず心がけてます。まあその意味では講演だけじゃなくて1日の研修とか半日の研修とかもやってるので、なんかどんどん引き出しが増えていったり、あるいはその皆さんとこう研修は少人数結構多いので、触れ合う中でね、こういうことが求められてるんやなって、こう臨機応変さと言いましょうか。そういう能力も結構鍛えられたな。で、それを今講演の中でもこう活かさせていただいてるっていうのがまずありますね。それから学校の授業なんかで、小学校とかの授業で、土屋さんとか記憶に残ってる授業って何かあります？ありますね。ありますよね。記憶に、はい、載ってる。ね、で、そういうのって多分、なんか楽しかったとか、できて嬉しくて先生褒められた。あるいはもしかしたらもうめっちゃ悔しくて泣いた記憶とか、悲しい記憶とか、つまり僕らの感情が揺れてる時って、なんかそういうものって覚えてると思うんですね。で、講演会でも僕が大切にしたいなと思ってるのは、特にそのプラスの感情が揺れると言いましょうか。楽しい時間ですよね。やっぱり楽しいと、やっぱりこう人はですね、そこにこう集中力、もうやっぱり持続性も違ってくると思いますし、プラスの感情が揺れますから、当然ですね、やっぱりなんかこう元気になっていくと言いましょうか。楽しいと笑顔になっていくと言いましょうかね。なので、なんかこうお伝えしたことのこう記憶の定着性も違ってくるみたいな。学習効率も高くなっていく。なので、楽しい講演。これはもう必ず心がけております。で、まあその延長上でいくと、例えば、今日の参加される方が100人いらっしゃったとした時に、講師1人100人、1対100の関係性じゃなくて、101人でなんかいい空気作りたいな。現実的には難しいでしょ。いろんな人たちがいますから。だけれども、僕としてはそれぐらいの気持ちで、なんか皆さんとなんか一緒にいい空気を、この学びの場を作っていきたいな、ということをこうやりますね。なので、まあちょっと簡単なワークとかも入れたりするんですけれども、でもワークなんかでも、やらせられ感の中でやってると、これダメだなと思ってるんで、自然とみんなが前のめりになっていくような、
そういうようなものを入れていきます。この集まりではあんまりやらない方がいいだろうと思ったら、もうそれはもうバッサリとやらないですよね。これもやっぱり相手に合わせたってことだと思うんですけど、でもそうやって一緒にやってると、例えばよくね、控室で公演終わった後に言われるのが、いや、うちの社員のみんながあんな笑顔でいたのは初めてやなとかね、彼らの A 君のとかね、B 君の笑顔、あんな笑顔初めて見たわとかってこう言われたりすることがあって、その時に、こうなんかみんなと一緒にいい空気が作れたんちゃうかなっていうふうなことを感じたりします。まあそうやってね、そんなことをこう心がけてますね。はい。ありがとうございます。はい。そしたらぜひですね、鎌田さんの講演を楽しみに皆さんしていただければと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。